はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今ね、ニコンが僕の中で熱いんですよ。ニコンって多くのね、フォトグラファーには絶大な支持を誇る一方で、ミラーレス時代が来てからは特にね、動画勢やあとカジュアル層には、ちょっと今一つ響いてなかった感じが、個人的にはしてたんですよ。それがここ最近 ZF シリーズみたいな、デザインがすごく人気な機種や、よりねコンパクトで気軽に持ち運べて、かつ明るい F1.4 の、35mm とか 50mm のレンズが登場したり、動画を内部ロー収録もできる Z6-3 みたいな機種が出てきたりと、かなりね、攻めてきてる感じがするんですよ。そんな中でね、僕の中で今熱い組み合わせがあって、それがここ最近発売されたこの 50mm の F1.4 と Z6-3 の組み合わせ。このね 50mm はすごくコンパクトで使い勝手がいいのと、 Z6-3 で使える新しいねフレキシブルカラーピクチャーコントロールっていう、要するに自前の色味をカメラに取り込んで使える機能が、これがねめちゃくちゃ良くて、この2つを組み合わせて、写真を撮るのがね今すごく楽しいんですよ。最近各メーカーともに色味をカスタムできる機能を推してると思うんですけど、個人的にはねこのニコンのフレキシブルカラーピクチャーコントロールが今のところ一番お気に入りですね。というわけで今日はねこの組み合わせで作例スナップポートレートを撮ってきたので、新しい 50mm のレンズとフレキシブルカラーピクチャーコントロールをね皆さんに紹介していきたいなというふうに思います。ではまずレンズからなんですけど、50mm っていうとね、僕はこれまでこっちの 50mm F1.2S を使ってたんですけど、こっちはねこの見た目からも分かる通りかなりね大きくて、重量も 1090g と、Z6-3 と組み合わせるとかなりのね重量感があるので、気軽に散歩にね行く時に持ち出してスナップを撮るっていう感じのレンズではなかったんですよ。で一方でこのね F1.4 のレンズ、こっちの方はねめちゃくちゃコンパクトで、重量も 420g と、大体半分以下になっているので、これならね本当こういった僕の小型カメラバッグにも、こんな感じですっぽり入ってね気軽に持ち出して撮影できるっていうのがすごくね気に入ってます。でサイズだけじゃなくて写りっていうのも全然ねこの2社キャラクターが違っていて、 F1.2 の方はもう本当カリカリのバッキバキに改造するので、キリッとした鮮明な描写、繊細な表現が得意だったりする一方で、こっちの新しい 50mm F1.4 は柔らかくてすごくね温かみのある描写のレンズになってます。なので女性ポートレートでもよりねスナップっぽくちょっとエモい感じに仕上げたいんだったら、この 50mm F1.4 の方が向いてるんじゃないかなと個人的には思いますね。で光学性能的に見てみると、開放で撮影すると中心から結構ソフトな写りをしていて、でなおかつ色収差も見られます。でさらにちょっとね端の方に寄っていくと、今度はコマ収差まで出てきたりと、なかなかねやっぱり癖のあるレンズだなというふうには思います。ただし F2.8 ぐらいまで絞り込むと、全体的にねキリッとしたすごく表情になるので、すごく二面性があるレンズだなっていうふうに思ったんですよね。僕はあえてこのレンズで撮影する場合はもう F1.4 一択だなっていうか、これこそがこのねレンズのね魅力かなというふうに思ってます。実際に撮影してても色収差はね結構いろんな場面で発生するので、場合によってはねその味が雑味としてうまくね表現とマッチしないっていう場合は、後処理で補正が必要だったりっていうケースもあったりします。でこのねレンズのボディ本体を見ていくと、フォーカスリングとコントロールリングのみっていう至ってシンプルな作りになってます。個人的にはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチぐらいあるとちょっと嬉しかったかなっていう感じではありますね。でオートフォーカスの速度に関して言うと
めちゃくちゃ速いっていうわけじゃないんですけれども、撮っててね、困るようなことは全然なかったです。ただ、モーターの駆動音はこんな感じでね、結構します。で、これね、動画撮影時に結構気になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、動画だと、動画に適したオートフォーカスの速度、Z6-3 の設定で、マックスから1段落としてやると、こんな感じで、ほとんど聞こえなくなります。なので、最高速度を出した時のみ結構出るっていうような感じで、ここはうまくバランスをとってるのかなというふうに思いました。なので、動画撮影で使用しても、そのモーターの駆動音が邪魔になるっていうことは、ほとんどないんじゃないかなと思います。といった具合でね、このレンズはすごくね、先ほどもお伝えした通り、結構、光学性能的には、癖があるレンズではあると思うんですよ。特にね、この 50mmF1.2S と比べた時に、明らかに写りはソフトだし、色周差とかコマ周差っていうの出方っていうのはもう全く違うというか、割と、現代のレンズでここまで、開放で出るっていうのは、なかなか攻めてるなっていう気がするんですけど、ただこれがね、僕は逆にすごい好きだなっていう風に感じてて、っていうのも、これは絶対に編集で再現しようと思っても、なかなかできないような、写りになってくるので、それこそフィルムライクな、仕上がりが好きな人、ちょっとノスタルジーある、写りが好きっていう人にとっては、すごくね、ハマるレンズなんじゃないかなという風に思いました。玉ボケは若干ね、縁が強めかなっていう、これもね、味わいあるボケかなっていうのと、逆光耐性に関しては、そこまで悪くないなっていう風に感じました。で、このレンズと、このね、Z6-3 のフレキシブルカラーピクチャーコントロールを組み合わせたときに、僕はね、すごいこの進化を発揮すると思ってるんですよね。なんでちょっとね、お次はフレキシブルカラーピクチャーコントロールについてちょっと解説していきたいなと思うんですけど、自分の作り込んだ色味だったり、あとは他のクリエイターが作った色味っていうのをカメラに取り込んで使うことができるんですけど、で、今回僕もオリジナルの色味を、ちょっとね、いろいろ作ったんですよ。その一つを、このね、動画の概要欄に貼っておくので、Z6-3 をお持ちの方はですね、ぜひ、試してみてください。で、どうやって自分の色味を作って、このカメラの中に取り込むかっていうのをちょっと解説すると、まずね、ニコンの NX スタジオっていう現像ソフトを使います。で、これでロー画像を開いたら、右側のピクチャーコントロールでフレキシブルカラーを選択します。で、そうすると、より細かい色味が調整できるようになって、このカラーブレンダーは色ごとに色相、彩度、あと明度を調整できて、カラーグレーディングではシャドウ、ミッド、ハイライトの色をね、調整することができます。で、これらのね、ツールを使ってお気に入りの色味を作ったら、カスタムピクチャーコントロールに追加して、で、名前を付けて保存します。で、これをね、カメラに取り込むには、ここのカスタムピクチャーコントロールを書き出すっていうところを選んで、書き出したい色味を選択して、今回はね、ファイルとして書き出します。で、書き出したファイルをメモリーカードの一番上の階層に保存したら、そのメモリーカードをカメラに差し込んで、で、カメラのこのメニューを開いて、静止画撮影メニューのカスタムピクチャーコントロールの中のメモリーカードを使用、カメラに登録と進んで、で、カメラに登録したいデータを選ぶことで登録できます。登録したら、ピクチャーコントロールの一覧に追加されているので、それを選んで撮影時使用することができます。で、やっぱりね、撮影時に自分の色味で確認しながら撮影できるっていうのは、ほんとすごく大きくて、肉眼にね、近い色味だと、ちょっとあまり面白みがないかなと思っていた風景でも、場合によってはガラッと印象が変わるので、ほんとね、毎日見てるような近所の風景であっても、すごくね、撮影が楽しくなります。で、このね、フレキシブルカラーピクチャーコントロールの本番はここからなんですよ。僕がね、最大の強みと感じているのが、この NX スタジオで調整した色味っていうのを Adobe の Lightroom に引き継げるんですよ。実際にこのフレキシブルカラーピクチャーコントロールで撮影したローをライトルームに取り込んでみると、ここのね、写真のプロファイルがフレキシブルカラーとなっていて、
NX スタジオで編集したさっきのパラメーターっていうのが、ここにね、引き継がれてるんですよ。フレキシブルカラーピクチャーコントロールっていうのは、非破壊の形式になっているので、ちょっとこう攻めた色作りをしても、撮影後に自由にね、再調整することができるんですよ。いや、これはね、本当に素晴らしいと思います。Adobe のね、ライトルームを使ってる人、結構多いと思うんですけど、誤解を恐れずに言えば、Adobe のライトルームプリセットを実質、このね、カメラの中に取り込めるようなもんなんですよね。撮影ごとにこうね、一番マッチするものを選んで撮影して、で、パソコンにローを取り込んで、で、微調整をもうちょっとするだけで、完成ということで、本当にね、編集作業の、時短にもすごくなると思います。また動画でも N ログじゃなくて SDR での撮影であれば、このフレキシブルカラーピクチャーコントロールしっかり使えるので、パッと撮った動画をすぐ使いたいようなケースであれば、これもね、すごい便利ですね。あともう一つね、残念っていうわけじゃないんですけど、名前が長い。フレキシブルカラーピクチャーコントロールってもう何回も噛みそうになってるんで、なんかね、これいい訳し方ないんですかね。もしね、いい訳し方があるっていう人は、コメント欄で教えてください。なんていうの？カスタムピクチャーコントロール？違う。フレキシブルカラーピクチャーコントロール。フレピク。違う。で、このフレキシブルカラーピクチャーコントロールは、現状 Z6-3 のみの対応となってるんですけど、今後ね、新しく発売するカメラは、きっとこれが搭載されてると思いますし、あとね、ぜひ ZF とか、他のね、直近発売したカメラも、ファームウェアアップデートで対応してくれることを本当にこれは期待したいですね。なんでね、ここ最近ニコンがやっぱり僕の中ではかなり熱くなってきてて、今日はね、写真メインの話だったんですけど、Z6-3 自体は、内部ローで収録ができたり、あとね、最近、ニコンがね、レッドを買収した、そのシナジー効果として、レッドがこう監修した N ログ用のラットっていうのも、無料でね、配布を始めたりと、今後ね、そのニコンとレッドっていうのの連携はさらに深まっていくと思うので、動画勢としてもさらに今後ニコンが熱くなってくるんじゃないかなっていう風に個人的には、そっちもすごい楽しみですね。はい。というわけで今日はね、この 50mm F1.4 の紹介と、あとは、フレキシブルカラーピクチャーコントロール、略してフレピクのいや、フレピクはちょっと可愛すぎるか。おじさんたちがみんなこれ持ってフレピクって言ってたらちょっと違うもんな。なんかきっといい略がもっとね広まっていったら出てくると思うんですけど、その紹介でございました。はい、というわけで本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。